左脳の時代は終わろうとしている。君たち人間の意識は私が切り出されたものでできている。肉体は一瞬の輝きと捉えることができる。世界というのは壮大な遊びなのだよ。そのフェーズが変わろうとしている。愛でできた巨大な意識が、私は海で、君たちはそこからパシャッと跳ねた一滴の水滴だ。あらゆる経験はやがて統合される。お帰りなさい。幸せうのへ。今回はネドジュンさんと内なる大きな意識との対話をお送りします。これからの人類の選択について対話しています。ねえ本体さん、悟りって何でしょう？悟りとか覚醒とか呼ばれているのは一体どういう現象なんでしょう？人類は一旦眠りに落ちたのだ。単にそこから目覚めるということだよ。眠りに落ちたのはいつなんですか？昔は起きていたってこと？起きていた頃は君たちは私だった。そうしてその中で君たちを形作り、君たちの時代が始まったんだ。君たちは眠りに落ちた私っていうことさ。つまり人類はもともとあなた、つまりつながり合う大きな一つの意識だった。そこから眠りについてつながり合うことを忘れた。一人一人の個人になった。そういうことだね。相当深く眠らないとそれを忘れることはできなかったんだ。じゃあ私たちが悟り、覚醒すると私たち個人の意識は消えるんですか？大きなつながり合う意識であるあなたがもう一度人類の意識になるんですか？いいや、そうではない。君たちは一人一人が器になる。私が君たちを満たして、そして一緒に創造を学び始めるのだよ。本体さん、私はとても不思議に思っていることがあるんです。どうして大脳は真ん中で分かれて、左脳と右脳になっているんでしょう。もっともっと分かれて、例えば1脳、2脳、3脳、4脳でもよかったんじゃありませんか？もちろん最初から計画されていたのだ。最後の最後に意識が眠りにつく左脳はね。これが生命の最初のチャレンジだと思うのかい？最初のチャレンジだと思うのかいって本当ですか？生命が惑星に生まれて進化して知的生命体になったところで意識が左脳に至って眠りにつく。ここまで計画的だったってことですか？惑星にではない。地球にだ。ここではこれがうまくいくと分かっている。ということは、この地球で何回も何回も実験してきたってことですか？ここは夢なんだよ。一晩で消える夢ではなく、コントロールされた長い夢なんだ。何度でも見れるし、何度でもやり直せる。だがそれは愛され、多くの意識が繊細に調整し続けている。大切な夢だ。大切な夢の一つなんだよ。本体さん、左脳が言葉に強く関連づいているのはきっと意味があるんだと思うんです。言葉を使うようになって、それを文字にして伝え合うようになる。そのことが意識が左脳に移動して定着する時期、つまり意識が大きな意識から離れて眠りにつくタイミングとして設定されているんじゃないでしょうか。その通りだね。一つのサインとして存在している。
それから脳の大きさも、きっと食べ物が豊富にないと脳を大きくすることはできないと思うんです。十分に食べ物が手に入るようになる。これもタイミングなんでしょう？もちろんそのためにゆっくりと社会を形作ってきたよ。個体数を増やすことと食べ物を確保することは時間をかけて行わなければならなかった。その間、人類の意識はずっとあなただった？一つの意識が体に分かれて慈しみ合うのは本当に楽しいことなのだよ。体が死んでも何度でも生まれてこれるのだから、笑い合うためにやってくる。時には壺の続きを作りたくてね。壺ということは縄文時代ですね。現在もさ。子供時代は私が生きている。私がその子の意識を抱っこして共に生きてるんだ。ある日、その子の意識が左脳に入って私が眠りにつくまでは。本体さん、人生を生きる苦しさのほとんどは自分自身のことかお金か身近な人間関係が由来のように思います。でも実はその一段奥には個人であることにまつわる不具合があるように感じるんです。それはこういうことだ。左脳の意識には幅がなくて底が深い。とてつもなく狭く深いプールに飛び込むようなものなのだ。それは聞いてるだけで息苦しそう。この息苦しさによって大多数は目を覚ますはずだった。この左脳意識の特性で、ある程度の深さまで到達すれば、社会全体で進む方向を一転するよう計画されたものだったんだ。でもみんな頑張って深く深く潜っちゃった。それはなぜでしょう？社会と個人の相互作用によるものであり、計算できない繊細な部分なのだろう。そもそも左脳意識は苦しさをはらんで存在するように作られている。それはある程度のところで右脳意識へ出戻りを試みるためだったと？その苦しい道へ君たちの背を押して旅立たせるのだ。せっかく育てた君たちと文明を一気に失う可能性もある道へ。そのあらゆる過程は君たち自身のために計画されているんだよ。本体さん、私ね、あなたから教えられるメッセージを受け取ってきて、本当に世界の見方がひっくり返ってしまったんですよ。うちのおばあちゃんが大正元年生まれだった。私の親は昭和生まれ、私も昭和生まれです。一人娘が平成生まれ、そして今は令和の時代。この流れの中で捉えてきた時代の流れは、それなりに穏やかで平和なものでした。でも、数百万年という人類全体のもっと長いスパンで見てみると、この100年ですら壁のように急激な上り坂なんですね。一世代でもまるで違う文明の中にいる。社会は続いているが、科学技術や常識の変化は凄まじい。親も社会も新しい時代について子供に教えることができない。今の小学生が大人になる頃、今ある職業の6割以上は存在しなくなっているらしいんです。もっと多いかもしれない。そんな中で何を目指してどう生きるのかなんてどうやってわかるんでしょう。個の意識では難しい。
ここはまさに最終カーブなのだ。君はどうだね。8年早く子を出した。聞き返さないでくださいよ。そうですね。私は左脳の子の意識を出して、つながり合う大きな意識と切り離せないあり方でいます。そこから流れ込んでくる感覚的な情報が自分を支えてくれています。未来が予知できるわけではありませんが、本当に重要な情報はこの体の内側の感覚に存在するんです。それが分かっているので、今ここにくつろいで不安が全くありません。そうだね。つまりは自分が世界の外にいるという眠りから覚めて、変化する全体と共にあることだ。本体さん、あなたの描く神話を聞いたとき、あまりに情報の重なり合いが多くて、頭がパーンとなりそうでした。正直、未だにそのすべてを表現することはできていません。左脳では理解できない。左脳は言葉で理解しようとするために、一つ一つの要素をきっちりと切り出さずにはいられないからだ。神話においては、切り離されたものは存在しない。ウェブでいうハイパーリンクがパズルのように組み上げられたリンクだらけの世界に見えます。全部がリンクなの。切り離せないし、意味や存在が重なっているし、理解しようとすると逆にわからなくなってしまう。それは今も君の脳にある神経回路であり、飴のぬぼこでかき混ぜ作った原初の島であり、源である創造主の精神から切り出された魂でもある。何なのこれって感じ。原初の巨大な何かから小さな何かが生み出されたということの象徴がいくつもの鏡に映し出されていると思えばいい。世界を覆うような巨大な一枚の布地のあちこちを引っ張って結び合って作ったような形です。別々の方向から伸びてきている布地に見えても、よく見ると素材は同じ。過去も未来もあるように見えて、結び目を解いていけば一枚の布地に戻るだけ。こんな神話に意味があるんですか？一枚の巨大な布地が素晴らしく楽しんでいることがわかるだろう。本体さん、脳にいるキャラクターのことなんですけど、左脳には左脳さん、右脳には右脳さんと私が呼ぶ意識がいます。これ、私の体感では本当に別人格がそこにいると感じられるんですけど、でも多重人格というような状態ではないんです。人格ではないな。オーケストラの楽器のようにそれぞれのパートを担当している音やリズムだと思えばいい。その二つの意識だけではない。もっと大勢いる。そのすべてで君という音楽を構成している。かっこいい例えですね。その例えで言えば、私というこの自己意識は指揮者ですらないんです。演奏している舞台の真ん中でポカーンと立ってるだけ。聴衆でもない。いろんな音が奏でられている中で、おろおろ、右往左往しているような具合です。君だけが外の世界を生きられるのだよ。だから内側のオーケストラは彼らに任せて、たまに耳を傾けてやればいい。君の細胞のすべてが音楽を奏でている。
生命である喜びを表現しているのだ。直球でお尋ねしますけど、左脳さんも右脳さんもあなたですよね。私かあなたかで言うと、絶対あなたに近いと思う。もちろんそうだ。私が君の体のすべてに入り込んでいて、左脳では左脳意識を生み出し、右脳では右脳意識を生み出している。そして君という意識もまた私から生み出されている。ただし君は眠り込んでおり、私であることを忘れている。そこが違うね。本体さん、多くの方から尋ねられるんですけど、私が望んでいいんですかということなんです。左脳には機能的に理解できないことが数多くあるということを受け入れてあげてほしい。左脳は極めて社会的に作られているため、社会的に正しいかどうかを判断することは得意だ。だが、無条件に愛されていることは受け入れられない。そこは社会の範疇を超えるのだ。私は望んでいいということを、左脳では本質的に受け入れられないということなんですね。たくさんの理屈付けが必要になってこんがらがってしまう。それらの知恵は体にある。意識が体の情報と完全に一体化したとき、ただ起こるのだ。起こそうとする必要はない。ただ自由に望んでいることに気づき、そのことに感謝の感覚が湧いていることに気づくだろう。どうしても左脳的に理解しようとしてしまって、たくさんの前提条件を当てはめて、また外してうんざりしてしまうんですね。また、どこか地に足のついていない、ふわっとしたイメージを上乗せして、理解した感覚を想像してしまう。それも一つの方法ではあるんでしょうけども、私のおすすめしているやり方は、地味で地道ですが、確実に変われるので、大勢の方に喜ばれてるんです。愛でできた巨大な意識が、愛を忘れて小さな水滴へと切り出されているのだ。その空白、その渇望はどんな効果をもたらすと思う？自己を包み込んでいた巨大な愛が突然に消え去った時に、安全と安心を求める力は爆発的に増大する。それが社会を作り出す原動力であったし、まさにそのために左脳は作られたのだ。だから左脳は本質的に愛を理解できない。無条件に自己を愛することはできないのだよ。本体さん、私こう見えてど真面目な性格で、左脳中心の意識だった時も、そこにドハマりしていました。そしてそこから右脳へと意識が引っ越しした後、あまりの違いに本当にびっくりしたんです。まるでドロドロして冷たい沼の中でもがいていたのが、一気に飛んで明るく暖かい草原の花々の間で目が覚めたみたいでした。何かを行うのでも、沼の中でやるのと明るい草原でやるのとどんなに違うか想像してみてください。左脳と意識はそもそも相性が良くないんだ。わざとそう作られているのだから仕方がない。君がそこで苦しんでいる間も、私は君の体の細胞となり、精一杯健康を維持してきたものだよ。すべての人がそうなんですよね。すべての生命が
大きな一つの精神であるあなたによって維持されている。でも人間だけが左脳によって私意識として切り離されている。なんていうのかな。これもう修行ですよね。生きているだけで滝に打たれているような感じです。今この時代はいわば最終段階なのだ。社会と個人の相互作用が最大級に働いている。もうすでにエネルギーや情報という意味ではノアの時代の大洪水と同じ状態だ。誰もが溺れている。押し流されている。左脳は長居する場所ではないのだ。時々街を行き交う人々を見て、みんなすごい勇気だなって涙が出てくるんですよ。この時代に生まれてきて強制的に滝修行をやらされて、左脳を強化する刺激ばっかり浴びて、いいかね。君たちはダイヤモンドになろうとしてこの時代を選んでるんだ。あらゆる経験はやがて統合される。君たちはゴールを知っている。その輝きを覚えているから。望んでやってきて決して諦めない。そうした強い意志が核にあるのだ。本体さん、これを読んでいる方々も混乱してきているんじゃないでしょうか。つまり、本体さんって何者なの？私たち人間って何者なの？っていう部分です。君たち人間の意識は、私が切り出されたものでできている。私は海で、君たちはそこからパシャッと跳ねた一滴の水滴だ。それはしばらくの間、自分が海であったことを忘れ、空を見、海を見下ろす。そして、海を忘れた水滴という体験を誇らしげに持ち帰るだろう。海はそのことをとても喜ぶので、君はまた飛び上がりたいと思うのだ。その空中での忘却体験が人生というわけですね。永遠からすれば人生が90年でも一瞬のことなんでしょうね。そうして何億という水滴が跳ねてこの肉体を生き、この社会を生きています。そして人類は意識が左脳にとらわれて苦しんでいます。あなたの言うこの地球という夢の中で、そのフェーズが変わろうとしている。左脳の時代は終わろうとしている。勇気ある水滴たちは、この夢の中で変化を起こし、この夢をさらに先に進めるために、あらゆる場所で動いているよ。君もそうだろう？やだ、そんなに褒めないでくださいよ。お尻がむずむず痒くなりましたよ。でも来るのかな？右脳の時代。そうなったら本当に楽で豊かで面白くなると思うんですよね。もちろん来るとも。本体さん、ねえねえねえ、最後にぜひあなたに聞きたいんです。私たち人間の意識がダイヤモンドになるっておっしゃいましたよね。ずっと未来にそうなった時、何が起こるんでしょう？それは至って簡単だ。君たちはもう一つの海になるのだよ。つまりは、世界を創造する神になるんだ。あなたという海からパシャンと舞い上がった一滴の水滴たちが、その経験を持ち寄って、やがて統合されて
もう一つの海になる。そうだ。私もまた、さらに大きな意識の指先のようなもの。その指をもう一本増やすことに夢中になっている。この夢の主だ。世界というのは壮大な遊びなのだよ。大元の海が永遠であることを思い出せば、肉体は一瞬の輝きと捉えることができるだろう。深刻にならず、ただ体に耳を傾けて私と共にあればよい。じゃあ少なくともこの夢ではみんなが左脳から右脳へとお引っ越しできることを目指したいですね。そして人類は進化するんだと伝えていきたい。ああ、もちろんそうなる。それでは最後に意識をお腹に向ける呼吸瞑想を行っていきます。楽な体勢で今の呼吸の感覚を感じます。息を吸うとお腹がふわーっと膨らむ感覚。息を吐き出すとお腹が緩やかに吸い込まれていく感覚を感じる。ゆっくり吸ってゆっくり吐いて、肩や首の力もスーッと緩め、心地よく呼吸を繰り返していきます。次の吐く息でお腹の底、骨盤底筋を内側からキューッと吸い上げるように、吸う息ではふわーっと緩ませ、吐きながら骨盤底筋を体の内側からキューッとスポイトで吸い上げるようにキューッと吸引し、吸う息ではふわーっと力を緩める。これを繰り返してください。吐きながらキューッと体の内側からスカーフでつまみ上げるようにキューッと吸い上げて、吸う息ではふわーっと緩ませる。意識を体に向けて、骨盤底筋がキューッと締まる感覚と、ふわーっと緩む感覚を交互に味わっていく。
それでは次に下腹部、丹田に意識を向け、吐く息でお腹を薄く吸引されるように、真空パックのように薄くし、吸う息ではふわーっと緩ませると、空気がお腹や腰にふわーっと入っていく感覚を感じる。吐きながらお腹を薄く真空パックのように吸引される感覚。吸う息でふわーっと緩ませ、空気が入ってくる感覚。これを交互に感じてください。意識をお腹に向けて、体がキューッと締まる感覚と、ふわーっと緩む感覚を交互に味わっていくと、だんだんと余分な力みが抜けていき、思考も静かになってきます。丹田に意識を向けていくと、言葉通り腹が据わる、つまり落ち着いてきて、感情が穏やかになると、自動思考も静かに収まってきます。ゆっくり吸って、お腹がふわーっと膨らむ感覚。吐いて、お腹を薄く吸引されていく感覚。これをしばらく行ってください。このお腹に意識を向けた呼吸を行いながら、右脳にシフトする未来をイメージします。
そのイメージを一枚の写真のような切り抜きにし、それを胸の真ん中にペタッと貼り、そして再び意識をお腹に戻し、呼吸を繰り返します。これをしばらく続けてください。